理想的な世界を想像してみたことはありますか？戦争や貧困、犯罪のない世界です。そんなことを試作したのはあなただけではありません。プラトンは鉄人王が治める啓蒙された共和国を創造し、数多くの宗教が来世の幸福を約束し、そしていつの時代にも様々な団体が地上に楽園を作ろうとしてきました。ギリシャ語で存在しない場所を意味するトーマス・モアの1516年の著作ユートピアからこの概念に名前がつきました。この名前が不可能さをほのめかしているにもかかわらず、近代の科学や政治的な進歩により、この夢の実現への期待が高まりました。しかしそれは何度も戦争、飢饉や抑圧などの悪夢へと変わっていったのです。そしてアーティストたちが理想郷の考えに疑問を持つにつれ、良くない場所、ディストピアというジャンルが生まれたのです。スウィフトのガリバー旅行記は初期のディストピア作品の一つです。ガリバーは冒険の中で架空の社会と遭遇します。当初は感銘を受けた社会にも実は根本的な欠陥があると判明します。空飛ぶ島ラピュータでは科学者やソーシャルプランナーが地上の人々のニーズを顧みず、途方もなく無駄な計画を追求しています。完全に論理的な調和の取れた生活を送っているフーイヌムは生身の人間の不完全さには我慢がなりません。スウィフトはこの作品でディストピアの青写真を描き、その当時の社会の動向を取り出してそれを極端に示すことで社会に潜む欠点を暴いたのです。その後に続く数世紀は題材に書くことはありませんでした。労働者の解放を謳った産業技術が彼らをスラムや工場に閉じ込める一方で、実業家は王侯よりも裕福になっていったのです。1800年代末までにはこの状況はどこへ向かうのかと多くの人が心配していました。 H.G. ウェルズのタイムマシーンでは上流階級と労働者階級は別々の生物に進化していくことを想像したのです。ジャック・ロンドンの鉄のかかとでは独裁下等制により貧しい大衆を統治する様子が描かれています。新世紀になるとさらに刺激的で恐ろしい変化がもたらされました。医学の進歩が生物としての限界を超えていき、一方マスメディアは指導者と大衆間の即座の情報伝達を可能にしました。オルダス・ハクスリーの素晴らしい新世界では市民は遺伝子操作され社会的役割が割り振られています。プロパガンダと薬物によりいつも人々は幸福ですが、明らかに人としての大切な要素が失われています。しかし最もよく知られているディストピアは創造の産物などではないのです。ヨーロッパがかつてない国家総力戦に苦しみ、新しい政治体制が政権を握りました。ある政府は社会的な差別を全てなくすことを約束し、一方で根拠のない伝統のもとに人々の連帯を求める政府もありました。しかしその結果は国民を国家の監視下に置き、よそ者に対しては情け容赦なく効率的に死をもたらす実在のディストピアでした。その時代の作家の多くはこの恐怖を観察するだけではなく、実際にその中を生き延びたのです。ソビエトの作家エブゲーニ・ザミャーチンの我らでは自由意志や個性が排除された未来を描いています。ソビエト連邦で発禁になったこの本はファシズムと共産主義の双方に対して前線で戦ったジョージ・オーウェルを鼓舞したのです。彼の小説動物農場はソビエトを直接風刺するものですが、名作1984では全体主義、メディアや言語管理を幅広く批判しています。米国のシンクレア・ルイスの It Can't Happen Here では民主主義があっけなくファシズムに敗れるのを思い描いています。第二次世界大戦後の数十年は原子力、人工知能、宇宙旅行などの新技術が人間の未来に何をもたらすのかについて作家たちが考えるようになりました。輝かしい発展という人気の見通しとは対照的にディストピアを扱う SF が映画、漫画やゲームへと発展していきました。ロボットが創造者に反旗を翻し、テレビ画面では危険な大衆エンターテインメントを放映していて、資源が枯渇し人口が過密で犯罪がはびこる地上都市の上空にあるスペースコロニーでは労働者がアクセクと働いています。ここでも政治を避けることはできません。博士の異常な愛情やウォッチメンは核戦争のリアルな脅威を描き、 V4 ベンデッタや次女の物語は危機の下では権利がひとたまりもなく消えてしまうことを警告しています。今日のディストピア作品は現代の不安を反映し続けています。格差社会、気候変動、政府の力、パンデミックについてです。なぜこんな悲観主義にこだわるのでしょうか。それはディストピアの本質は特定の国家や技術に対してではなく、
人間が理想とされる鋳型にはめられうることに対する警告だからです。ここで今一度あなたが思い描いた完璧な世界を思い出してみてください。その達成方法も考えてみましたか？どうすれば人々が協力していくでしょうか？そしてどうやってそれを維持していくのでしょうか？別の見方をしてみてください。それでもその世界は完璧に見えますか？歴史がお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。ジュリアス・シーザーに対する陰謀からバナナの暗い歴史まで、毎週様々なアニメーションを公開しています。